ダウンタイムはどんな感じでしたか？最初の方はめちゃめちゃきつかったんですが、そうですね。だいぶもう今は楽になりました。楽になった。腫れ内出血がじゃあ2週間ぐらいですかね。腫れた内出血は思ったより早く、2週間で多分全部引いたってことで、でも最初もそんなに強くなかったって感じで。脂肪吸引、包協メインで行っている森脇慎です。今回は27歳女性のお腹、腰の脂肪吸引、および二の腕の脂肪吸引から脂肪補強した方のマーキングから施術風景、ダウンタイム経過を見ていこうと思います。それでは早速見ていきましょう。今回はお腹と腰と二の腕から取って脂肪補強をやっていく感じですね。前回やってるんですよね。今回が3回目だね。3ですよね。取ったものをこっちに入れる感じでやっていきますね。どんな気がします。なるべくライン作るようにはしながら、お腹とか癒着が強いところなんで、それを進めながらやっていこうかなというところですね。じゃあ、後ろ腰までやると360度全体で取れるので、前回太ももから取ったんですよね。ダウンタイムどうでした？大丈夫ですか？めちゃめちゃ痛かったです。痛いですよね。お胸どんな感じします？写真を一応探してきて。本当ですか？じゃあ見ましょうか。腰もちょっと皮膚が厚いので、しっかり取ってもちょっとやるとつまむ感じで残っちゃうんですけど、それでも今よりすっきりができるので、そこでしっかりやっていく感じですね。で、二の腕ですね。二の腕もちょっとバランス見ながら。取るべきところはしっかり付け根のところとかがっつり取るんですけど、なんかここら辺とか結構ダラーンとなっちゃうところなので、ちょっと寄せながらです。参考画像がセクシー女優さんしかなくて、めっちゃもろで申し訳ないんですけど、ここもやっぱり気になっていて、普通にしてるときに、この谷間をしっかり強調されてますね。このラインをしっかり取りたいな。なんかこれもそうなんですけど、普通にしてるときでもラインが欲しいな。シリコン感ありますけどね。そういうのがいい。ありますかね。なんかシリコン入れるとこういう感じになりやすいんですよ。で、こう寄せると、谷間が強調される感じですよね。そうですね。逆にこういう感じのは、ちょっとなんていうか、ワインっぽい感じ。これとかも、あんまりここにありすぎるのもっていうのがあるっていう。胸筋みたいになるのはちょっとって感じなんですけど、この人ぐらいある程度ここにも欲しいっていう感じですね。前回大きさはそんな変えなくてもいいかなと思ってたんですけど、せっかくなので最初に入れられるだけ入れられてくれればいいな。まあ形重視で。この入門パイの位置は結構綺麗だと思うんで変えずにいっていいですか？はい。こんな感じで谷間作る感じで見ながらやっていきますね。次に施術風景です。一部グロテスクなシーンがあるので苦手な方はダウンタイム経過までスキップしてください。じゃあまずは、腰ウエストですね。脂肪吸引で結構しっかり量が取れると思うので、ちょっとくびれを作っている感じですね。腰の脂肪はかなり脂肪幹細胞多いところなんで、数ぐらい取れたらまあ十分いいかなと思いますね。脂肪量というよりはラインを作る感じで吸引を行っています。ただここ結構硬いので大変な場所の一つではありますね。次は二の腕にいきますね。腰と比べると二の腕は脂肪が柔らかいのでやりやすいんですが、結構しっかり取れそうなんで、普通に取っていくとする感じですね。で今取れた脂肪がすでに1700近く溜まっているので、腰で1000取れてきたので、100ぐらいですね。こんな感じで吸引を行っていきますね。で今お腹の吸引なんですけど、しっかり取ってベースライン作るのと全体的にボリュームをなくしていく感じでやっていきます。この方結構本当に脂肪が柔らかいので綺麗にできるかなと思いますね。このベースラインをしっかりくびれさせるのと、つまめるこの脂肪ですね、これをなるべく薄くする感じで、あんまりペラペラにするとたるむ可能性があるので、そこはちょっと調整しながらやっていきます。
今ほぼ入れ終わって370、350ですね。全体的にやってるので、あとは谷間のところ少し見ながら調整する感じでやってオムネを作ってますね。はい。次がダウンタイム1ヶ月後経過です。二の腕の商品とお腹と腰から小補強された方、1ヶ月の経過を聞いていこうと思うんですけど、ダウンタイムはどんな感じでしたか？最初の方はめちゃめちゃきつかったんですが、そうです。だいぶもう今は楽になりました。楽になった。どれぐらい痛かったですか2週間ちょいは痛かったです、結構。今、二の腕とお腹と腰やってて、どこが一番痛かったとかありますか？お腹と腰は同じくらい。本当ですか？腰も痛かったですね。腰は寝るときになるほど。当たるのが痛かったです。その次に二の腕みたいな感じです。そうですね、二の腕も思ったよりは痛かったな。痛かったです。感じですね。かなり痛かった。で、合計純粋な脂肪で3700取ってるんで、かなりきつかったかなと思うんですけど、それぐらい取るとちょっと貧血気味になると思うんですけど、大丈夫でした？貧血は大丈夫でした。大丈夫でした。フラフラした感じは。はい、大丈夫でした。これだけ取ると大変だとは思うんですけどね。もうでも1ヶ月するとね、だいぶマシにはなってくるとは思うんですけどね。腫れ内出血はじゃあ2週間ぐらいですかね。腫れた内出血は思ったより早く、2週間で多分全部引いたってことで、でも最初もそんなに強くなかったって感じで。痛みが2週間。そうです、痛みが2週間。2週間ぐらい。痛みの方が強かったですね。腫れ内出血が引いたら硬い感じが出てきて、お腹とか結構硬い感じが、今出てるんですが、他の人より結構拘縮がかなり早めに治ってそうなイメージなので、硬いですけどね、ポコポコしたのがちょっとありますけど、もっとすごい鉄の板が入ってるみたいになる人もいるんですけど、色ムラ、色素沈着がちょっと気になるというか、わかるかな？なんかちょっとムラっぽい感じ。そっちとかと比べるとちょっと色ムラが出てる感じあるんですけど、これぐらいだったら全然治るので、半年までには治りそうですけどね。ちょっと遅い人はもうちょっとかかる時あるんですけど、この色ムラを治すために必要なのが、収縮したところを手術するとちょっと濃くなったりするので、それをやめる。あとは保湿。あと、ハイドロキノンっていう薬出したもので、それがメラニンを抑制する効果があるんですね。この色素沈着っていう皮膚の基底層っていう表皮の奥にあるメラノサイトっていう黒い細胞があるんですけど、それが刺激されるとちょっと起こっちゃうので、脂肪筋でちょっと刺激されて今ちょっと出てるので、それを抑えるのをちょっと出したところで、塗ってもらって、本当に気になる人は内服でトラメキサノ酸とかを飲んでもいいかなと思うんですけどね。それはこれぐらいだったら塗り薬だけでもいいかなと思うので。あとはビタミン、ミネラルですね。しっかりとって、その栄養で治していく感じですね。二の腕とかもかなり綺麗になりそうな感じだと、ちょっとごめんなさい、後ろ向いていただきます。もうすでに保湿で、ちょっとモコッとしてるんですけど、それでもウエストラインかなり綺麗になりそうなので、大丈夫かなと思います。あとこの後ろの傷ですよね、気になるね。もうちょっと様子見てほしいんですけど、全然盛り上がったりとかもしてないので、1年ぐらいで綺麗になるかなと思いますね。他のところの傷は結構いい感じで治りそうなので、経過としては順調ですね。あと、お胸ですけど、もともと結構大きさかったですもんね。どうですか？減りましたか？ちょっとは多分減ったかなと思うんですけど、あんまり気にならないくらい想定内っていうか。そうね。結構大きめで、370、350か。大体一般的に300ぐらい入れると上限って言われてるんですけど、例えばすごい皮膚が伸びない人とかで300とか入れると逆にしこりになるんですけど、ボリュームがもともとある人だとしっかり入れても大丈夫なので、300以上今回入れさせてもらってますけどね。ただ、調理ができるとしたら3ヶ月とかからなんで、もしその時気になったら言ってもらったらいいかなと思うんで、それちょっと様子見てもらったらいいかなと思います。お胸はそんな痛くなかったですね。1日2日くらい痛かった。こっちより全然大丈夫ですね。お胸の方は痛みはそんなにないんですけどね、ちょっとボリュームが減っていくっていうところだけ。すごい減ったかなっていう感じはないですね。個人差はあるんですけどね。ここからスッキリしていくので、経過見てもらいたいんですけど、これから、例えばお腹とか、なんかがっつり全体取って、公共とかしたいなっていう人にアドバイスあれば。そうですね。休みは2日だとちょっと足りなかったので、1週間くらいあるといいなと思いました。例えば二の腕だけとかだったらね、2、3日はそれいいかなと思うんですけど、がっつり結構取って。そうですね。3日4日はちょっと欲しかったなと。そうですね。かなりフラフラすると。できれば1週間ぐらいね、取れたらいいかなと思いますね。ちょっと様子見てください。最後にビフォーアフターを紹介します。こちら腰のビフォーですね。かなりスッキリしているのがウエストラインわかるかなと思いますね。こちらビフォーお腹とお胸です。スッキリしてお胸も大きくなりました。今回は27歳女性のお腹、腰、二の腕脂肪筋から脂肪補強した方のマーキングから施術風景、ダウンタイム1ヶ月後経過を紹介しました。今後も脂肪吸引や補強に関する動画を投稿していくので、よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは。